皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。先週は暑い日が続いていたため、外での作業もなかなかはかどらず、この日は曇り空だったので、久しぶりに多肉ごとをしようと思い外に出てきました。そして春に購入したティンカーベルにはタコさんウインナーのようなかわいい花が咲いていました。マクドガリー×ラウレンシスも生き生きしてきましたね。そして9月の初めに胴切りしたピーチプリデの小株もだいぶ大きくなっていました。カットしたロゼット部分はというと、しっかりと根を張り、かわいい寄せ植えになりました。そして風で作業台から落ちて葉が折れてしまったシャビアナですが、ここで大発見がありました。なんと折れてしまった葉の途中から根が生えているではありませんか。もしかしてこのまま葉差しできるのかな。ここであることを思い出しました。そういえば以前折れた葉を土に刺して葉差ししていた方がいらっしゃったんです。すっかり忘れていて、今まで折れた葉を捨てていたのがもったいなかったな。そしてここでまた発見。今度は高砂の大きなの葉が折れていました。この高砂の大きなももしかしたら葉差しできるのかな。これはシャビアナと一緒に葉差ししてみる価値ありですね。シャビアナや高砂の木菜の折れた葉で葉差しをしている方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントしていってくださいね。そして今回この折れた葉から赤い根が出ていなければ全然気づくことができませんでした。そして越してきてすぐ谷友さんにいただいたこのドロシーライトですが、実はこのドロシーライトも1枚葉を取ってしまい、その葉で葉差しをしていたんですが、気がつくと葉差しっこちゃんもこんなに大きく成長していました。これは嬉しい発見でした。どうせなら大きくなるまで、先ほどのシャビアナと高砂の木菜の葉差しと一緒に同じ鉢に植えておくことにします。今回はこの不織布のポットに花と野菜の培養土を入れて、この葉差しを育てていこうと思います。まずは根が出ているシャビアナからと、ここでどこまで葉を土に埋めていいのかわからなかったので、とりあえずいつもの葉差しと同じように葉先だけ土の中に埋めておきました。次は高砂の木菜です。シャビアナは根が出ていましたが、高砂の木菜はどうなるのかちょっと心配ですね。そして最後にこのドロシーライトの葉差しも一緒のポットに植え付けておきます。枯れてしまっている親葉は取ってもよかったんですが、根が張るまではバラバラになってしまいそうで、このまま葉を取らず植え付けしました。そして次の日、庭に出て気温を見ると、なんと午前中にもかかわらず28度もありました。10月になり、やっと朝晩寒くなってきたなって思っていたのに、11月にまさかこんな気温になるとは。多肉も葉をしわしわにしてびっくりしています。外葉がほんのり色づいてきたレインドロップスと、その隣はスイートプリンセス。
夏に葉がいつも汚くなってしまいますが、だいぶ戻ってきました。こうして見ると夏の暑さに耐えてきれいなロゼットに戻ってくれた多肉もいれば、まだ夏の後遺症を引きずってロゼットが小さかったり葉がしわしわだったりする多肉もいます。そんな中、元気に夏越しできたキャラリアンを見て一安心。そしてスーパーで見つけたこのクリッシー N ライアンですが、アメージンググレースによく似ているということで、今回は見比べてみることに。隣に並べるとやはり似ていますね。実は同じアメージンググレースでもすでにこんなに色違いの子もいるんです。他のアメージンググレースと比べてもやはり一つだけピンクに紅葉していてとても可愛いです。この暑さではなかなか紅葉も進みませんが、多肉が少しずつ色づいてくると多肉棚も華やかになり、これからますます色づいて紅葉していく多肉を見るのが楽しみです。そして6月の終わりにいただいたサボテンで作った寄せ植えたちの今の様子です。一回り大きく育っているサボテンもあれば、青々していた12の薪は色が赤茶けてしまっていました。西日がよく当たる場所に置いておいたため、まっすぐ植えていたはずのサボテンも気がつくと傾いていました。この場所に越してきて丸3年になりますが、毎年夏につぶつぶ系多肉ちゃんは暑さに負けて枯れてしまいます。そこでリベンジとしてまたたくさんの虹の玉をいただいてきたんですが、今回は大きめのプランターにまとめて植えています。そしてこのマジョールも毎年仕立て直しはしているものの、今年も夏が終わるとこんなにスッカスカになっていました。水は去年よりも切り気味にしていたんですがダメでした。このサクサグラレモスグリーンは虹の玉をいただいたお母さんにお裾分けしていたものなんですが、こんな立派な株になり里帰りしてきました。そしてベランダで半分葉がなくなっていたエリザベスも株元を見るといつの間にかたくさんこぶいていました。もしかしたら小株を出すために葉が枯れていったのかもしれません。そして8月の終わりに胴切りして葉ざしをもいだパウダーブルーです。葉ざしをもぐときに茎を傷つけてしまい、葉をもいだ箇所からは芽が出ていませんが、パウダーブルーの根元には2株小株がこぶいていました。カットしたロゼット部分もやっと根付いたようで、成長点が生き生きしています。このパウダーブルーの胴切りは成功したようで一安心です。夏の間家の中で管理していた七宝樹です。株元には小株がたくさん出ていて、頭にもニョキニョキ葉が出ていました。はい、ということで今日の動画はシャビアナの折れた葉から
根が出ているのを発見して、高砂の翁の折れた葉と一緒に葉ざしに挑戦してみました。そして胴切りした多肉や植え替えした多肉などのその後の様子を見ていきました。いかがだったでしょうか。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。